こんにちは。今日は、大人が子供のように言語学習することについて、お話ししたいと思います。よく、言語の勉強について話すときに、一番理想の言語の勉強の形っていうのは、大人でも子供が言語を勉強するように勉強するのがいいみたいなね。そういうことをよく聞くじゃないですか。で、それが本当に理想の、勉強の方法なのかっていうことについて今日お話ししていこうと、思うんですけど、僕が若い時、若いって言っても20歳ぐらいの時、今私言語を教えるっていう仕事をしてるんですけど、20歳の時も同じ仕事してたんですね。で、そのぐらいの時に、その年齢は聞いてないんで、その詳しい年齢はわかんないんですけど、なんとなく話し方とか、話すトピックとか、見た目とかから、40代後半ぐらいの男の人に、子供のように教えてほしいっていうリクエストがあったんですね。その子供のように扱ってほしいって言われたんですよ。なんで僕、その時20歳ぐらいだったんですけど、40代後半の男の人を子供のように扱わなきゃいけなかったんですね。なんでつまり、レッスンの中で使う言語はもちろん日本語だけだし、ひらがなも日本語で教えて、基本的な単語もね、全部日本語で、写真を見せながら、教えてほしいみたいな、そういうリクエストだったんで、本当に全部日本語でやってみたんですね。で、何か成功したら、その子供のように扱ってほしいって言われましたから、名前は隠しますけど、〇〇くん、〇〇くんすごいねって、僕がお母さんになった感じで、40代後半の男性を、褒めてたんですね。〇〇くんすごいねって、よくできたね、みたいな感じで、してたことがあったんですね。で、これ、その人だけじゃなくて、他にも、二人ぐらい経験があるんですよ。その子供のように扱ってほしいっていう人、大抵僕より年上の男性とか女性の方なんですけど、子供のように扱ってほしいっていうケースがいくつかあって、で、結果として、全部あんまりうまくいかなかったんですね。うまくいかな、ある程度は話せるようになるとか、上手になるんですけど、やっぱりね、普通の大人のやり方で勉強する人と比べたら、その成長のスピードが遅いなって感じる感じだったんですね。うん。で、自分なりになんでかなっていろいろ考えて、僕の意見をお話ししようと思うんですけど、言語学習とか、外国語学習も含めて、言語の学習で、臨界期仮説っていうのがあるんですね。臨界期仮説っていう仮説があって、これみんな、なんとなく感覚でわかると思うんですけど、何を勉強したり、何を練習するのも、やっぱり子供の方が上手になるのって早いじゃないですか。ピアノとかね、ゲームとか、大人が、大人と子供が同じように、同じ時に始めても、やっぱりね、子供の方が上手になるのって早いと思うんですよ。で、それと似たような考え方が臨界期仮説なんですけど、もちろん、その言語の勉強も、子供の時から始めた方が上手になるスピードが速くて、子供のように言語を学習できる、期間っていうのが、だいたい10歳ぐらいまでとか、長くても15歳ぐらいまで。で、もっと始める時期はもっと早いですよね。早ければ早いほどいいですけど、3歳とか4歳、5歳から始めて、で、この5歳から10歳まで、5歳から13歳までっていうのが一番言語を勉強することにおいていい時期とされてるんですね。で、それより後も全然悪いわけではないんですけど、違うアプローチでした方がいいよっていうことですね。その10歳とか13歳までの方法は子供が、母語を勉強するように勉強できる期間っていうのが、まあ、あの
まあ、人によって違ったりね、まだはっきりした答えはないんですけど、大体10から13歳までが、まあ、一番いい時期だっていう一番いいっていう、なんていうんですか、時期とされていて、で、それがね、臨界期仮説っていう仮説なんですね。例えば僕、外国語の勉強、英語ですね。英語をちゃんと勉強し始めたのは、大学に入ってからなんですね。それまでは学校の勉強だけ、適当にね、してたんですけど、まあ、学校の勉強が始まるのは大体まあ、中学生13歳とか14歳ぐらいから始まったんですね。で、その時点ではもう臨界期仮説はほとんど終わってるんですよ。なんで、例えば、何ですかね。ここにある、香水、ここにあるんですけど、この香水を見たときに、もう香水っていう言葉しか頭の中に出てこないんですよね。まあ、ある程度大人になっちゃったら、まあ大人っていうか、13歳とか15歳ぐらいに僕、その英語を始めたんで、この香水を見たときに、一番最初に僕の頭の中に思い浮かぶのは香水なんですよ。で、そこから、まあ、どうしても、この香水を見たときに香水としか思えないわけですね。でも、まあ、その英語を話すときに香水って言っても伝わらないから、頭の中でね、一瞬で、翻訳して、で、それを口から出すっていう、この頭の中で変換する時間をなるべく早くするっていうアプローチしか僕にはもうないんですね。子供の時に英語を勉強しなかったから。まあでも、それはもう仕方がないことなんで、もう受け入れるしかないんですね。僕が頑張って、この香水を、パフュームだって初めて見た時に思おうとしても、もう無理なんですね。もう子供の時にこの香水っていう言葉を最初に認知してしまって、で、それを無理やり変えるっていうのは、まあ、あんまりいいアプローチじゃないんですね。まあ、つまり、その子供には子供のやり方、で、大人には大人のやり方、アプローチがあるっていうわけですね。でもだからといって、その子供の方が言語の勉強についていつも有利かって言われるとそうでもないんですよ。大人にしかないメリットっていうのもいくつかあるんで、まあ、それをお話ししようと思います。まあ、大人が言語を勉強する時に使えるテクニック、アプローチですね。で、まあ、まず一つ目は、まあ、論理的に考えられるっていうことですね。やっぱり大人って複雑なものを見た時にパターンを考えたくなるものだと思うんですよ。で、それは言語の世界で、よくあって、まあ、何でもいいですけど、例えば日本語の文だと動詞がいつも最後に来るっていうパターンをね、論理的に考えられたり、僕は母語として、日本語を話しますけど、まあ、動詞が文の最後に来るなとか考えないわけですね。まあ、自分が好きなところに動詞を置いたら文ができるっていう、それだけなんで、まあ、そういうことはあまり気にしないんですけど、大人としてもし日本語を勉強するなら、日本語の文の中で動詞が文の最後に来やすいっていうことを、このパターンを理解して、それを論理的に考えながら文を作っていくっていうのがいいと思うんですね。うん。で、まあ、それが最初のメリット。大人にしかないポイントですね。で、二つ目が、大人は推論ができるっていうことですね。例えば文章を読んでるときに、まあ、最初から最後まで文読んでますよね。で、その途中で自分の知らない言葉が出てきたときに、例えば、まあ、車についてのトピックの文章で、で、まあ、後部座席っていう、単語が知らなかったとしますよね。でも、なんとなく、まあ、漢字とかね、その前後の文脈から後部座席ってなんとなく、これは多分、車の後ろの席のことなんだろうなって、なんとなくわかるじゃないですか。まあ、これがね、まあ、子供も、まあ、ある程度成長したらできると思いますけど、本当子供の子供だったら、
後部座席って何って、長い時間考えちゃうと思うんですよ。で、その間に大人だったら、前後のね、文脈から考えることができる。もうすでに知識があるんで、推論ができるっていうのも、大人のね、メリットというか、大人にしかないポイントですね。で、次、最後なんですけど、たくさんあると思いますけどね。僕が、今、パッと思いついたのが3つだったんで、その3つ目が、モチベーションがはっきりしてるっていうことですね。子供の時に言語を勉強する時って、なんとなくやらされてる感じというか、やらされてるというか、本当に自然にね、言語を学ぶと思うんで、モチベーションがあるとかないとか、そういう感じじゃないと思いますけど、大人にとっては、これをしたいとか、これができるようになりたいっていうモチベーションがはっきりあるんで、それを忘れずに、高いモチベーション、もちろんね、モチベーションが上がったり下がったりすることはあると思いますけど、ある程度、いつも、集中力を保ちながら、言語を勉強できるっていうのも、大人にしかないポイントかなと思いますね。で、そういう感じで、やっぱり大人には大人の言語学習のアプローチっていうのがあるんですよ。でもやっぱり子供から真似できることもあると思うんですね。で、僕がこれ大切にしてることなんですけど、子供から真似できることとしては、やっぱり、アウトプットすることを恥ずかしがらないっていうことですね。子供ってね、やっぱり、言語で何かミスしても、優しく教えてくれる、お父さんとかお母さんが近くにいたりとか、そもそも子供なんで、知識があんまりなくて、間違えるのは仕方ないみたいな雰囲気がありますよね。でもそれが大人になると、大人なのに、この単語知らないんだとか、この漢字知らないんだって、なんか、その間違えるのを恥ずかしがっちゃうと思うんですけど、思ってるより周りの人ってそんなにね、意地悪じゃないと思いますよ。間違ってたら、優しく訂正してくれる人もいますし、そのままね、あの無視するというか、何も言わない人もいますけど、優しく訂正してくれる人もいますし、この人は頑張って言語を勉強してるんだっていう事実で、嬉しくなる人もね、多いと思いますから、失敗をね、恐れずに、子供のようにアウトプットするっていうのは、子供から学べる、方法かなと思います。そんな感じで今日は、大人が子供のように言語学習をすることについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。